様こんにちは、セリナです。今回は最新版冬におすすめの高保湿パウダー6種類をご紹介していきます。今年の9月にゲランやプラダビューティー、アディクションから注目のスキンケア成分高配合の保湿パウダーが登場しました。今回の動画ではこちらの新作アイテムと保湿系のフェイスパウダーとして人気のスック、ボビーブラウン、グレード工房店を合わせた6種類を比較していきます。それぞれの仕上がりや保湿感、崩れについて、そしてマスク写りについてもご紹介していきますので、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回のようなベースメイクの比較やまとめ動画の他にもパーソナルカラーを交えたカラーアイテムのご紹介もしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する6種類のパウダーをご紹介します。ゲランパリュールゴールドスキン D マイクロパウダー。24K ゴールドとダイヤモンドパウダーを配合したソフトで軽やかなテクスチャー。透明感あふれる輝きで明るい印象の肌に整え、ウルトラシアーな仕上がりを叶えます。使用するのは01のクリア。ほんのりとピンクを帯びたホワイトのユニバーサルシェード。アディクションインビジブルエッセンスルースパウダーグロープラス。見えないのに存在感を放つ最高のニュアンス。潤ったような光沢感を求めるグロータイプのルースパウダー。まるでエッセンスのようにしっとりと溶け込み、艶やかな肌を作ります。使用するのは003ライラックグロー。シルバー、ブルー、ピンクのパールで聡明な透明感の艶肌へ。スック、ザ・ルースパウダー。しっとり感や滑らかさ、柔らかさを生み出すアミノ酸系粉体を惜しみなく高配合。肌にのせてすぐにわかる柔らかさと、つけ続けてわかる乾燥感のなさ。パウダー特有の白みを抑え、透き通る薄絹のようにツヤと透明感のみを乗せるような仕上がりに。ボビーブラウンリュクスラディアンスルースパウダー。粉っぽさゼロの柔らかくクリーミーなテクスチャー。濃密美容液ファンデーションプライマーとの共通成分糖中仮想。ヒアルロン酸エモリエント成分がしっかりと肌に密着。ロングウェアパウダーが過剰な皮脂を吸着し、つけている間中快適に。使用していくのは01のピュアグロー。プラダビューティーリセットセッティングパウダー。プラダグリーンのパウダーが透明のベールのように肌を包み込む。クリームからパウダーに変わるテクスチャーでしっとり感を与えながらさらりとした肌を実現し、一日中テカリやよれを気にせずお直し不要。スキンケア成分配合で使うたびしっとり柔らかい肌へ。そしてクレドポーボーテプードルコンパクトエサンシエル N。肌の内側から輝きを放つように光を操り、ふんわりと光をまとったマットな肌を実現。日中の肌変化に対応し、毛穴、小じわ、くすみなどの肌悩みを自然に目立たなくします。日中の乾燥から肌を守るスキンケア成分配合。まず一つ目はこちら。スキンケア成分高配合のスックとゲランを比較していきます。今回ベースメイクはスックの新作プライマーとシュウエムラの新作ファンデーションで仕上げているので、全体的に自然なツヤが出ているような状態に整っています。それではこの状態でまずはこちら側半分にスックを塗ってみたいと思います。今回は全種類小箱のフェイスブラシ D を使って塗って条件を合わせていきます。スックは昨年発売されて以来、スキンケア成分高配合のしっとりパウダーとしてとても人気ですよね。ブラシで軽くのせるとこんな感じで
かなり柔らかい粉質ですが、自然にファンデーションの余分な油分などを抑えてくれる効果と、毛穴を補正してくれる効果も感じられます。はい、まずはこちら側半分にスックをブラシを使って何度かしっかりと塗り重ねてみました。パサつきや乾燥を感じさせずにかなり軽い粉質なので、何度かしっかりと塗り重ねてもこんな感じで粉っぽくなったり重たくなることもなく自然に仕上がります。ファンデーションの余分な油分感は抑えてくれますが、顔の中心に光を集めるような自然なツヤが乗ってくれるのがポイントです。パールやラメで作ったツヤではないので、毛穴も気になりにくいです。近くで見るとこんな感じで、とても自然で滑らかで均一に肌に乗ってくれている感じがわかりやすいと思います。サーダっぽい自然な印象に仕上げたい時におすすめのパウダーです。カラーについては首元と比較をしても浮かないくらいの自然なトーンアップ感を感じられます。少しパープルのニュアンスを感じる明るいピンクのカラーがついているので、白浮きしない程度に肌をトーンアップさせたい時にもおすすめです。しっかり塗り重ねましたが、肌表面は粉っぽくなることなく、滑らかで適度なサラサラ感があります。乾燥が気になる状態の肌にも問題なく塗りやすいパウダーだと思います。では反対側にはゲランを塗っていきます。ゲランは今年の9月にリニューアルをした新作パウダーです。こちらのパリュールゴールドシリーズは下地やファンデーションも展開されていて、どれも高いスキンケア効果があって個人的にもお気に入りです。こちらはスックと比較をするとパウダーがしっかりと肌に乗って毛穴をきれいに埋めてカバーしてくれる補正力を感じます。はい、反対側にはゲランを何度かしっかりと塗り重ねてみました。スックとゲラン、どちらもたっぷり塗っても粉っぽさや重さが出ることがなく、乾燥が気になる状態でも問題なく塗れるような保湿力の高いパウダーではありますが、比較をするとゲランの方が少しパウダーの粒子が大きめなので、毛穴や凹凸を埋めるような高い補正効果を感じることができました。近くで見るとこんな感じで、よりゲランの毛穴補正力の高さがわかりやすいと思います。重たい粉質ではないのに、ここまで綺麗にカバーしてくれるのはすごく優秀だなと思います。カラーについては、ほんのりピンクのニュアンスを帯びたホワイトのシェードとのことですが、こちらもスックと同様、首から浮かない程度のかなり自然なトーンアップ感を楽しめました。仕上がりとしては、パールやラメでなく、パウダー自体の滑らかで自然なツヤ感を楽しみたいという方はスックがおすすめ。重たさや粉っぽさは出さずに、毛穴や凹凸をきれいにカバーする、すっきりした印象の肌に仕上げたいという方は、ゲランがおすすめというイメージです。近くで見るとこんな感じの違いです。保湿力についてはどちらもパサついてしまうことはないですが、やはりゲランの方がパウダーがしっかりと肌表面に乗っている分、サラサラ感は強いので、柔らかさやしっとり感をより重視したいときはスックがおすすめ。保湿しながらも肌表面のサラサラ感も欲しいというときはゲランがおすすめです。香りについては、スックは原料のような香りのみ、ゲランは少し甘めのフレグランスのような香りがします。強い香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。では、この状態のまま4時間ほどマスクのまま過ごして、保湿の持続力や崩れにくさ、マスク次についてを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしたので、崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも時間とともにパサついてしまうということもなく、乾燥が気になる状態でもかなり安心して使うことができました。崩れについては、やはり塗りたてからより保湿力が高かったスックは顔の中心などに少しテカリが出てきているのが気になる印象。反対にゲランは適度な保湿感も保ちつつ、テカリも全く気にならないような印象でした。近くで見るとゲランの毛穴補正効果が持続している感じやテカリが出てきていない感じもよりわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはりスックは塗りたてよりも粉っぽさがなく、パウダーが肌に馴染んだようなしっとりした質感に変化していました。ゲランは小鼻の横もベタつきを感じない滑らかなままなので、
よりしっかり乾燥対策をしたいという方はスックがおすすめ。乾燥対策もしつつ、小鼻の横などのベタつきも防ぎたいという方や、皮脂が気になる肌タイプの方が秋冬向けのパウダーに切り替えたいという時に特におすすめかなと思いました。そしてマスクへの色移りはこんな感じで、反転するので、こちら側がスック、こちら側がゲランです。どちらも顔がよく動く頬の位置には色移りが気になりますが、比較的色移りも抑えられていると思います。これだけ軽やかなパウダーなのに色移りも最小限に抑えてくれるところはすごく優秀ですよね。比較するとゲランの方がより色移りが気にならないです。続いてはこちら。ボビーブラウンとアディクションを比較していきます。まずはこちら側半分にボビーブラウンを塗っていきます。ボビーブラウンはパウダーとは思えないほどのクリーミーなしっとり質感が大きな特徴です。肌の上にのせるとこんな感じの柔らかいセミマットニュアンスに仕上げてくれます。はい、まずはこちら側半分にボビーブラウンを何度かしっかりと塗り重ねてみました。少し厚みのあるパウダーですが、かなりしっとりしていてクリーミーな質感に変化するので、肌を保湿しながら柔らかく覆ってくれるような安心感のある保湿タイプのパウダーです。ファンデーションのようなベージュ系のカラーもついているので、自然に赤みなども補正してくれて、パウダー自体の補正力も高いです。肌全体がしっかりと保湿されたような滑らかなセミマット肌に仕上げてくれます。近くで見るとこんな感じで、厚塗り感は出ていませんが、肌全体が滑らかに整っている感じがわかりやすいと思います。先ほどご紹介したスックやゲランよりもさらに塗りたての時点での保湿感を感じられるタイプです。では反対側にはアディクションを塗っていきます。アディクションも9月にリニューアルをされたばかりの新しいパウダーですね。こちらはパウダーがかなり微細で、スッと肌に溶け込んでいってくれます。そしてこの辺りがわかりやすいと思いますが、ハイライトを塗ったようなパールのツヤが出てとても綺麗です。はい、こちら側半分にはアディクションを何度かしっかりと塗り重ねてみました。アディクションにはシルバーやブルー系などのパールがしっかりと配合されていたので、滑らかなセミマット肌に仕上がるボビーブラウンと比較をすると、かなり仕上がりの違いがわかりやすいと思います。ベースのパウダーは塗った瞬間から肌に溶け込むように馴染むので、クリアなパールだけが残る感じで、フェイスパウダーを塗るとツヤ感が抑えられるのが気になるという方にもかなりおすすめだと思います。近くで見るとこんな感じで、微細なカラーパールのツヤめきがわかりやすいと思います。肌表面を触った感じはどちらも肌にしっとりとパウダーが馴染んでいるので、粉っぽさやパサつき感は全く感じないような高保湿なタイプです。特にアディクションはこれだけ綺麗なツヤが出ていますが、ファンデーションの油分などのベタつきは適度に抑えてくれているので、ベタつきは抑えつつツヤを乗せたいという方にもおすすめです。それぞれ合ってみるとこんな感じの違いです。香りについてはどちらも原料のような香りのみなので、香りが苦手な方にも安心して使っていただきやすいと思います。ではこの状態で4時間ほどマスクのまま過ごしてみたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。塗りたてからかなり保湿力が高かったボビーブラウンは、時間が経ってもパサつきや乾燥も気になりにくかったですが、テカリも最小限に抑えてくれています。そしてアディクションも塗った直後からパウダーが肌に溶け込むように馴染むタイプでしたが、こちらもパールのツヤのみで皮脂によるテカリが出てきている感じは気になりません。近くで見てもこんな感じで、皮脂が出ることでパウダーが肌に馴染んでベースメイクが薄まってしまうということもなく、自然な状態を保ってくれます。ただボビーブラウンはパウダー自体のカバー力が高いからか、顔がよく動く位置はマスクの摩擦でファンデーションが少し剥げている感じがしました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じもどちらもパサつきは出ていませんが、小鼻の横のベタつきも全く気にならないです。
特にボビーブラウンはクリーミーでしっとりとしたタイプのパウダーですが、皮脂崩れにも強いところがすごく優秀だなと思います。クリーミーなパウダーで乗せた瞬間から乾燥や粉っぽさを感じさせない高保湿なパウダーでしっかり保湿しつつ、皮脂やテカリも防ぎたいという方や、カバー力のあるパウダーで滑らかなセミマット肌に仕上げたいという方はボビーブラウンがおすすめ。肌に溶け込むような粉っぽさゼロの質感なのに、皮脂やテカリ、ベタつきを防いでくれて、パールの発光感でツヤツヤな肌を演出したいという方はアディクションが特におすすめです。最後にマスク写りはこんな感じでした。どちらも肌表面はベタつきやテカリを気にせずに使いましたが、マスクへの色移りは少し気になる印象でした。最後はこちら。クレドポーボーテとプラダビューティーのプレストパウダーを比較していきます。まずはこちら側半分にクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテは日中の肌の変化に合わせて保湿をしながら余分な皮脂を抑えてくれたりなど、季節問わずに使いやすいパウダーとして発売時からとても人気ですよね。カバー力も高めでこんな感じの柔らかいセミマット肌に仕上げてくれます。はい、まずはこちら側半分にクレドポーボーテを塗ってみました。柔らかくてしっとりしているプレストパウダーなので、ブラシ付けをしてもこんな感じで肌をしっかり覆ってくれるカバー力があります。顔に自然な光を集めながらもすっきりとしたセミマット肌に仕上げてくれるところがポイントです。近くで見るとこんな感じで、このパウダーのカバー力の高さがわかりやすいと思います。少し厚みのあるパウダーが毛穴や凹凸を埋めるように覆ってカバーしてくれます。肌の色に近いような明るめのベージュ系カラーがついているので、こちらも首元から浮くことはなく、自然なトーンアップと肌色補正を叶えてくれます。肌表面はしっかりパウダーが乗っている感じがしますが、パサつくことなく滑らかに整っています。では反対側にはプラダを塗ってみます。こちらはクリームからパウダーに変わるテクスチャーということで、手元で見た時も今回ご紹介している6種類の中で一番しっとりしているなと思いましたが、かなり密着力の高いパウダーで、一塗りでも毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれます。はい、こちら側にはプラダビューティーを塗ってみました。クリームからパウダーに変化するテクスチャーとのことなので、肌の上にのせるとファンデーションの余分な油分感やベタつきはしっかり抑えてくれますが、ベタつく感じはしないのに肌表面がツルツルに整うので、こちらはベタつき感の少ないバームタイプのファンデーションを塗った後のような肌に整えてくれるパウダーです。とても触り心地のいい肌表面に整えてくれます。そしてこちらもクリームテクスチャーが肌にピタッと密着して気になる毛穴や凹凸をきれいに整えてくれます。パウダー自体の厚みはクレドポーボーテと比較をすると薄めなので、仕上がりは軽やかですが、毛穴や凹凸を感じさせない滑らかなつるんとした補正力はクレドポーボーテと大体同じくらいな印象です。近くで見るとこんな感じで、薄膜ながらも細かい毛穴や凹凸を埋めてくれている感じがわかりやすいと思います。プラダはパウダーアイシャドウも粉っぽさがなく、肌表面をつるんと仕上げてくれるような質感でしたが、こちらのフェイスパウダーもそのイメージに近くて新感覚のフェイスパウダーだなと思いました。グリーンのカラーがついていますが、肌にのせるとそこまで強く色味が出ないので、赤みや色ムラなどを抑えつつ自然に肌をトーンアップする感覚で使いやすいです。どちらもパサつきを感じさせない優秀なプレストパウダーですが、少し厚みのあるパウダーで毛穴や凹凸をしっかりと覆うように埋めて、ふんわり柔らかいセミマット肌に仕上げたい方はクレドポーボーテがおすすめ。クリームからパウダーに変わるテクスチャーで肌にピタッと密着しつつ、肌表面をつるんと滑らかな状態に仕上げたい方はプラダビューティーがよりおすすめかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。香りについては、クレドポーボーテはローズ系のスキンケアのような香りがほんのりとする程度、プラダビューティーは原料のような香りのみなので、どちらも比較的香りが苦手な方にも使いやすいと思います。それではこの状態のまま4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。
どちらも塗りたての時よりも少しパウダーが馴染んでツヤが出ている感じがしますが、テカリは最小限に抑えられている感じがします。近くで見るとこんな感じで、クレドボーボーテの方が若干全体にシが出てきているのと、パウダーが肌に馴染んでカバー力が落ち着いている感じがしますが、それでもとても綺麗に保っていて、反対に塗っているプラダビューティーは小鼻の横に少しツヤが出ているだけで、カバー力などは塗りたての時のままを保ってくれていました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。クレドボーボーテは塗りたての時よりもさらにパウダーが馴染んでしっとりとしていて、プラダビューティーは塗りたての時のままのつるんとした滑らかな触り心地を持続してくれていますが、それでもどちらも小鼻の横もベタつきを感じないので、保湿力とテカリ対策のどちらも両立してくれています。最後、マスクへの色移りはこんな感じでした。クレドボーボーテはパウダー自体にカラーがついているので、頬の広い範囲などに少し色移りが気になる印象。反対にプラダビューティーはグリーンのカラーのみなので、色移りも比較的抑えられていました。はい、ではこんな感じで最新版の高保湿パウダー6種類を比較していきました。今回ご紹介した6種類とも全て乾燥が気になる時にも安心して使えるようなしっとり感がありましたが、その中でも特に保湿力が高いなと感じたのはボビーブラウンとスックです。こちらの2つは塗りたてから乾燥感がなく、フェイスパウダーが苦手という方にもとてもおすすめです。続いて特に毛穴補正効果が高いなと感じたのはゲラン、クレドボーボーテ、プラダビューティーでした。クレドボーボーテは厚みのあるパウダーがしっかりと肌を覆ってフェイスパウダーでカバー力を高めてくれるイメージ。ゲランとプラダビューティーは肌に厚みを出すことなく薄膜で自然ながらも毛穴をきれいに補正してくれました。そして保湿力もありつつ皮脂や汗崩れにも強いと感じたのはゲラン、プラダビューティー、アディクション、ボビーブラウンでした。特にアディクションはパール配合でツヤツヤな肌に仕上がるのに皮脂崩れにも強かったので、ツヤ肌と保湿感、崩れにくさを両立したい方におすすめです。ボビーブラウンは高保湿なのにベタつきも気にならないというとても優秀なパウダーでした。肌タイプや組み合わせる下地やファンデーションなどで保湿感や崩れに違いは出てくるかと思いますが、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。